和歌山県白浜町水難事故偽装事件。事故か事件か。2017年7月、和歌山県白浜町の海水浴場で女性の溺死事故が発生しました。場所は温泉や遊園地など関西のリゾートタウンとして知られる白浜町にある臨海浦海水浴場。小石混じりの砂浜や岩場などもあり、自然に近い海水浴場のため、ダイビングスポットの穴場でした。7月15日から8月31日が海開きのシーズンで、8時から17時までが営業時間。監視員も配置され、安全管理がされたこの場所で起きた水難事故は、いくつかの疑問の残る事故でした。このチャンネルでは、世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。不可解な点。亡くなったのは2年前に大きな挙式を挙げたばかりの飲食店店長、野田志保さん。当時28歳でした。志保さんはスキューバダイビングのライセンスを持っており、白浜町には毎年夏に夫と共にレジャーで訪れるのが恒例でした。警察は泳ぎが得意な志保さんが溺れることに疑問を感じていました。7月から8月における遊泳中の事故は過去10年間で198名。そのうち溺水者が107名となっており、これは監視員のいない遊泳禁止の場所で圧倒的に多く、全体の 70% を超えています。逆に監視員がいる場所では 25% ほどで、それでも毎年 2.6 人の溺水者が出ている計算になります。しかし、志保さんのケースは水深の浅い岩場で人の目も少ないところでした。警察はこの志保さんの溺死を事件として捜査を始めます。夫婦を襲った悲劇。志保さんは犬好きでドッグカフェの店長をしていました。職場では夫は優秀な営業マンで忙しくほとんど家に帰ってこないと話していましたが、二人の交際期間は長く、結婚式も盛大なものでした。ディズニー映画の主題歌が流れる中、真っ白なタキシードとウェディングドレス姿の二人がバージンロードを歩き、愛犬のチワワとポメラニアンがブーケを運び、この美男美女の素敵な夫婦を大勢の人が祝福しました。志保さんは周囲に28歳で子供が欲しいと語っていましたが、まさにその28歳の時に夫と毎年訪れていた特別な場所で事故に遭い、帰らぬ人となりました。夫の証言によると、海開きから間もない7月18日の午後1時半、二人はシュノーケリングのために海水浴場の浜辺から人の少ない岩場の方に移動しました。事態が急変したのはその日の夕方でした。妻が溺れていると夫が監視員に助けを求め、監視員がすぐに119番通報し、間もなく救急隊が駆けつけました。しかし、すでに志保さんは心肺停止の状態でした。搬送された病院で蘇生措置が行われましたが、意識は戻らず、2日後の7月20日に低酸素脳症のために亡くなりました。警察の事情聴取で夫は、トイレに行って戻ったら妻がうつ伏せで海に浮いていたと話し、挙式からわずか2年目のこの悲劇に意気消沈し、ベッドに横たわる志保さんにつきっきりで、綺麗だよと何度も顔を撫でていたそうです。しかし捜査関係者は、志保さんの胃の中にあったあるものに注目します。それは砂でした。疑惑の目。警察は志保さんの体内から検出された大量の砂に注目し、科学捜査の依頼をしました。研究者から得た証言は、肺と気管に砂は確認されなかった。大津波でもない限り、これほどの砂を飲み込むことは考えにくいというものでした。これは志保さんが何者かによって浅瀬に体を押さえつけられ、抵抗した際に海底の砂が海水とともに
口に入ったと推測できると述べました。警察は早い段階から疑惑の目を夫に向けていましたが、直接的な証拠は不足していました。数々の証拠を積み重ね、2018年4月19日に妻の野田志保さんを保険金目当てで殺害し、水難事故に偽装したとして、夫の野田隆当時29歳を逮捕します。そして和歌山地検が5月11日に野田隆容疑者を殺人罪で起訴し、その裁判は6年経った2024年現在も続いています。犯行の経緯。検察は被告の犯行の動機や経緯を次のようにまとめています。隆被告には交際していた不倫相手がおり、その女性が妊娠していたことを含め、妻の志保さんに知られてしまった。そのため2人は離婚調停中で、志保さんは実家に戻り、2人は別居中であった。彼女は職場では明るく振る舞っていたが痩せてしまい、店の隅で泣く姿も同僚から目撃されていた。そんな中、隆被告は志保さんと彼女の両親に復縁を申し出て、不倫相手と別れることと中絶を約束し、毎年2人で旅行に訪れていた白浜町へのレジャーを提案した。最初志保さんは断っていたが、隆被告が何度も頼んだことで承諾。そして事件当日の7月18日、シュノーケリングの水難事故に見せかけるため、何らかの方法で志保さんの体を押さえつけ溺れさせた。加えて事件の半年前から隆被告はスマートフォンで溺死、殺人、完全犯罪、海水浴、保険金殺人など検索をしており、事件前には少なくとも合計5000万円の生命保険を妻にかけていた。不倫相手には離婚を約束し、志保さんや両親には不倫解消を約束するなど、実現不可能な約束の板挟みになっていたことが殺害の動機につながるとし、志保さんが溺死した経緯は殺害計画に符合すると断定しました。なお、隆被告は逮捕から一貫して黙秘を続け、無罪を主張しています。飛び交う考察。ここからはテレビや雑誌、ウェブサイトなどのメディア報道による情報をご紹介します。真偽を問うというより多角的な視点で本件を見てみます。隆被告は3人兄弟の末っ子で、比較的裕福な家庭で育ちました。犬好きでペットケアの専門学校に進学し、そこで志保さんと出会います。専門学校卒業後はペット用品の会社で働いていました。夫婦仲が悪化していく原因として、隆被告の浪費癖がありました。それだけではなく、女癖も悪かったと言われています。2016年の夏に出会った不倫相手。女性はキャバクラ嬢だったという噂もあります。2017年1月頃から隆被告は志保さんと暮らしていた大阪市内の自宅にはほとんど戻らなくなっていました。仕事で家を空けるという彼の嘘を志保さんは信じていました。そして2017年4月、不倫相手が妊娠したことを隆被告が知ると、その女性との新しい生活を強く望むようになり、2人で結婚指輪を見に行ったり、ハワイへ新婚旅行なども計画していたそうです。そしてある日、彼と不倫相手の写ったプリクラ写真を志保さんが見つけます。そこで相手が妊娠していることも知らされ、ショックを受けた彼女は実家に戻り、2人は別居することになりました。そして白浜町へのレジャーへとつながります。志保さんは思い出の場所で、また彼を愛せる自分を見つけられるのか、自分の気持ちを確かめに行っていたのかもしれません。その時期に不倫相手が彼の子供を出産したという噂もあります。出産が事実なら、そこまで悠長に離婚を待つのは珍しい。状況から推察すると、相手の女性は保険金のことを知った上で、妊娠後も彼の離婚を待っていた可能性があるという記事もあります。隆被告が黙秘を続けていることからも、
表面上に見えている事実以外に裏の事情がまだあるのかもしれません。お互いに犬が好きでスキューバダイビングの資格を持ち、動物と海を愛するカップルの結末がなぜこのようなものになってしまったのでしょうか。あなたの意見もぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。